皆さんこんにちは、のばなです。前回はドイツ系スーパーアルディをご紹介しましたが、今日はドイツ系スーパーリードルの商品を紹介しながらアメリカ暮らしで思うことを語っていきたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。住んでみないとわからないことってたくさんありますよね。私はアメリカ行きが決まってからどんな暮らしが待っているんだろう、ドイツ人よりもフレンドリーな人が多いんやろうな、何でもかんでも高いんやろうなといろんな想像をしていました。アメリカに暮らして1年と3ヶ月、ドイツよりフレンドリーな人が多いという予想は当たり、何でもかんでも高いという予想も当たりました。6月にアメリカで血液検査をやったんですが、請求書送りますねと言われたのに1ヶ月2ヶ月経っても届かないので、あれ、もしかして保険会社が全額負担してくれたのかなと思っていました。そして血液検査から3ヶ月ほど経ったある日、請求書が届き、えらい遅いなと思いながら金額を確認すると555ドル、約8万3000円の請求額でした。待て待て、全額自己負担やったらどうしようと焦りましたが、保険会社が全額カバーしてくれてほっとしました。日本のように3割自己負担やったら2万5000円も払うことになってましたよね。なんこの医療費の高さって正直思いました。事故や病気と無縁の人生を送れるかどうかなんて分かりませんから、貯蓄って大事やなと思います。でもここ消費大国のアメリカでは貯蓄に無関心の人も多いようで、借金してまで旅行行ってる場合じゃないでって正直思います。破産申請者の約 66% が医療費または病気による収入減少が関係しているようなので、病気になると本当に人生を変えてしまうかもしれないなと思います。アメリカで買い物に行くと見えてくるもの、それは便利すぎるがゆえ自分の足で歩かなくなってきているということです。コーヒーもランチもほぼドライブスルーで買える。お金を下ろしたかったらドライブスルーの ATM、 処方箋をもらって薬を受け取るのもドライブスルー、スーパーに行ってもオンラインで注文していたら商品を店員さんが車に詰めてくれる。ここまで全く歩いてないやんって突っ込んでしまいます。そして最近家具屋さんに行ったのですが、売られているソファーの8割はリクライニングのボタンがついていて、これは家の中でも歩かなくなるわって思ってしまいました。どんなものでも裏と表がある。便利すぎるがゆえに失ってしまうものもあるんだなと思います。どこで生きていても良い面も悪い面もあります。これは YouTube を始めた頃から言い続けてきたことではありますが、完璧な場所なんて存在しません。皆さんは今住んでいる国についてどう思いますか？よかったら良い面と悪い面をコメントで教えてください。ドイツに住んでいた頃は、なんて冷たいサービスなんだ、なんて寒くて暗くて長い冬なんだ、なんでこんなに電車が遅れたりキャンセルになったりするんや、というかエレベーターとかエスカレーターなんでそんなしょっちゅう壊れんねんと、ツッコミどころ満載のドイツ生活だったわけですが、今思えば黒くて酸っぱいライ麦パンや安くて美味しいドイツビールにドイツワイン、壊れても自分で修理してずっと使い続ける、ものを大切にする国民性、良いところもたくさんあったなって思います。アメリカでの暮らしで好きなところは、スーパーのレジで焦らなくて良いところでしょうか。あと他のお客さんも優しくて列を譲ってくれたり、25セントが入ったままの買い物カートを譲ってくれたりと、優しい人が多いなぁと思います。
あと子どもたちは今小学5年生と2年生なのですが、小学校の先生には恵まれたなぁと感謝しています。週に3回英語が母国語ではない子どもたちのための英語のクラスもあってありがたいなぁと思っています。子どもたちが毎朝笑顔で学校に行ってくれるのは本当にありがたいことですよね。このランチャブルという商品、アメリカの子どもたちに人気の商品で、息子に聞くと学校のカフェテリアでも売られているのだとか。アメリカの小学校では親も一緒にランチを食べることができるので、近々どのようなランチが売られているのかチェックしてみたいと思います。ちなみに小学校には警察官が駐在していて、これには最初びっくりしました。近くの中学校に通うある生徒の持ち物の中に銃が入っていたということを夫の会社の人から聞いたときは、それはもう驚きました。何にも起きなかったから良いものの、銃が身近にあるんだということを実感しました。なので子どもたちが通う小学校に警察官がいるというのも納得です。政府閉鎖、大量解雇、物価は上がり続け、住宅は売れず、そして失業率の増加。いつ何が起きるかわからないなというのが正直な意見です。それこそ3年間ちゃんとアメリカに入れるかもわからないですしね。最近ニュースになった H1B ビザですが、このビザでアメリカに滞在しているインド国籍の方と先日話をしました。彼はインドに一時帰国するのをキャンセルしたと言ってました。そうですよね。アメリカに戻ってきた時に問題なく入国できるかわからないですもんね。私も来年夏、日本からアメリカに戻ってくる時、めっちゃ緊張すると思います。今年の2月に一人で日本からアメリカに入国した時も、夫の会社について聞かれて、そんなこと聞いてくるんや、もっとちゃんと準備しとけばよかったって後悔しました。今は日本人女性が一人でアメリカに入国するのが厳しいと聞いています。いくらビザがあるとはいえど、何か聞かれた時にちゃんと答えられるようにしておかないといけないなぁと思っています。アメリカに入国するのが簡単ではないように、日本入国ももう少し厳しくしても良いと私は思うのですが、皆さんはどう思われますか？今年の元旦から9月末までの訪日外国人旅行者数はなんと3600万人、日本の人口の3割ですよ。そりゃ日本に住んでいる人が疲れるのもわかります。地元の人たちの生活を脅かしてまで観光客を増やす必要はないと正直思います。外国人観光客6000万人を目指すなんて、そんなことをしたら日本はもうボロボロになる気がします。できるだけグルテンは摂取しないようにしているのですが、やっぱりパンって美味しいですよね。ドイツのように黒いパンではないですが、このパンが結構美味しくて、チーズと合わせて食べたくなるんですよね。アメリカのパンはやたらシロップが入っていて、ちょっと甘すぎます。なのでパンは基本的にリードルで買うようにしています。チーズは個人的にはこれが一番美味しいと思います。以前ノバナセレクトセットでも取り扱っていたマスタード、ドイツから持ってきたらよかったなぁなんて思っています。またドイツに戻ったらノバナセレクトセットを始めたいと思っていますが、
皆さんまた購入していただけるでしょうか。今年の8月にアメリカ宛ての小包も課税対象となり、日本からの小包に一体いくらの関税がかかるのかドキドキしながら小包が届くのを待っていたのですが、なんと幸運なことに関税を取られることはなく、サインだけして受け取りが完了しました。中身の合計が1万円以下しか郵便局も取り扱っていないと聞いていますが、今回の小包の中身は1万円以下でした。1万円以下なら関税が取られないのでしょうか。よくわかりませんが、とりあえず無事に届いてよかったです。そして日本からたったの4日間で小包が届いたことにも驚きです。もしかしたら相当アメリカ宛ての小包の数が減っているのかななんて考えてみたり、日本からの小包はいつも宝箱を開ける気持ちになります。送るものの詳細を書くのも本当に大変な作業ですし、郵便局に小包を持っていくのも時間が取られます。こうやってアメリカに日本の宝物を入れて送ってくださる方には本当に感謝しています。嬉しいことに日本の秋のお菓子が入っていました。モンブラン、この辺では全く見たことがないのでめっちゃ嬉しいです。子供たちにはポケモンのグミ、アメリカでも結構日本のお菓子を買えたりしますが、このグミはまだ見たことがないです。来年5月には日本へ行くのですが、美味しいお魚が食べたいな、美味しいお寿司が食べたいなって、まだ結構先の話なのに食べたいものばっかり考えてしまいます。日本滞在中に息子の誕生日もあるので、どこに行きたい？何食べたい？って話をしているのですが、どうする？東京駅にできた味噌菌ラーメン食べに行く？なんて話をしていますが、そもそも予約取れないみたいですね。誕生日を日本で過ごすのは息子にとって初めてのことなので、楽しい一日にしたいなと思っています。私の本はこちら、都市伝説系 YouTuber のミルクティー飲みたいさんの本です。皆さんこの方のチャンネル見たことありますか？電子書籍は便利ですが、やっぱり本は紙で読みたい。もともとそこまで読書好きではないのですが、寝る前にはスマホは置いてゆっくりと本を読むのが心にも体にも良いなぁと思っています。皆さんがもし人生観が変わるような本に出会ったことがあるなら、その本のタイトルをよかったら教えてください。皆さんからのコメントお待ちしています。そして今日も最後まで見てくださってありがとうございました。